こんちは。4G 初めから攻略パート17です。前回は村上位の希少種モンスターを攻略しました。今回はまず装備作りのために集会所の上位クエを攻略するよ。素材交換の解放クエですね。これだね。黒木竜たちの攻撃。これはラギア素材の解放クエになるよ。闘技場で2頭同時クエになるのでちょっと癖があります。対策として煙玉をいくつか持っていくよ。こんなとこでぐだってられないからね。柵のスイッチが反応しなかったので多分分断はできなくなってます。よし、じゃあやっていこう。最初はティガーシュがターゲットだ。ティガは行動範囲が広いので放っておくと面倒ですからね。幸い初手は気づかれてないな。じゃ、煙焚きながら誘導しよう。煙を使い切る前に討伐は理想ですが、ある程度削ればあとは同士討ちでなんとかなります。この手のクエはカッコ撃破が大原則だね。素早く買っていこう。オウガが段々畑の方にいるのでティガは逆側に引き込みましょう。煙の効果は多分1分だね。ある程度余裕はあるけど早めに焚き直しするよ。煙玉焚いてる中って視覚不良になりますが、音はちゃんと聞こえてるっぽいですね。よくこれで気づかれないもんです。煙玉に限らず、モンスターってハンターの足音とかには反応しないよね。生態表現的には実装されそうだけど、ゲームバランス的な配慮なのかな。制御が難しいのか、ハードスペックの問題か。近づいたら発見されるのも厄介ですけど。さて、岩飛ばししてないで、さっさとこっち来てくれ。オウガに攻撃が当たりすぎたりすると、煙中でも発見されることがありますからね。ちゃんと近づいてくれたからよかったよ。ここまで離れてれば、さすがに大丈夫でしょ。闘技場の同時クエは体力自体かなり低いので、1対1ができれば難しくありません。2対1になった瞬間に、下り確定ですけど。エリア侵入時に発見されちゃった場合は、素直にリタイアでいいと思うね。そのまま殴られるのも面白くないですしね。こういう闘技場同時クエっていくつかあるんだけど、この難易度の上げ方好きじゃないんだよな。パーティープレイだとある程度楽しめるんですけどね。ソロだと先行投げて片方殴るだけのゲームです。昔のモンハンは全員でハンター狙いだからね。最近の作品ならある程度成立しそうだけど。ワールド以降は同時系はイベクエになってますね。それはまだわかる。ワイルズにも闘技場系のフィールドあるのかな。さすがにあるか。群れとボス個体っていう要素がありますが、闘技場だとどういう扱いになるんでしょうね。さすがにボス個体だけなんじゃないかな。人工的に隔離するわけだし。闘技場のモンスターって捕獲された個体なんですかね。たまに外から侵入しちゃうらしいですが。コロシアムみたいな雰囲気のクエもあるよね。観客入れて戦わせるのギルド的に OK なのかな。ちょっと倫理的にアウト寄りな気もしますがね。自然への冒涜だみたいな派閥とかいそう。モンハン世界に X があったら絶対ポストされるよ。闘技場クエの削除を求めますって。 X がなくても直接文句言う人いるでしょうね。多分闘技場側が儲かる仕組みなんだろうね。ギルドに黙認されてる的な。なんかこのチャンネルの雑談、9割方ギルドの悪口言ってますね。ゲーム内の組織だから言い放題だしな。全部ただの妄想だし。それにかろうじてモンハン関連の話題だし別にええやろ。こちとら G 級ハンターで樹海の調査も言ってるし文句言われる筋合いはないですか。オンラインが終わった今、ギルクエ140なんてソロで回してくれる人なかなかいないだろうしな。逆にギルドにはひいきしてもらわないと。さてプレイの方に戻って、今のところまあまあうまくいってますかね。闘技場の坂道側は戦いづらいけど、ティガは自分で近づいてくれるからね。上の方で待ち構えていれば自然とカウンターが取れる感じだな。チャークはティガにぶっ刺さりですからね。このクエのためだけに用意してもいいくらいです。後で触れるけどラギア防具かなり優秀だからね。できれば早めに取っておきたいよ。ラギア防具自体は MH4 からありましたが、どちらかといえば弓用のイメージがありました。発掘武器と相性が良かったんだよね。属性解放があるから陽覚醒まで対応できるという。4系列の覚醒ってあまり存在感ないんですが、ラギアと発掘が妙なシナジーを生んでました。我々は4時代は強い発掘弓入手できなかったからあんまり縁がなかったな。そうこうしてたらティが終わりましたよ。だいたい4分くらいか。かなり体力低いんだな。こうなっちゃえばあとはオフが一等クエです。サクサクっといきましょう。
ここはモデル歩きに根質を合わせたい。ディレイをかけて狙います。近すぎるとエネルギーに当たりますからね。一応これも充電攻撃なんだよな。だいぶ余裕そうな近藤だけど。そのおかげで攻撃チャンスもらえるんだし、こちらとしてはありがたいですけどね。オウガーシュもギルクエで練習したいんだよな。オウガーラー狙わないといけないけど。原種より体力が低くて極限にもならないので、基本的に原種より早く終わるんですが、いかんせんまともに練習したことがないので、苦労するのが目に見えています。当たり前だけど、動画をやればやるほど狩猟対象が広がっていくから、経験不足を感じることが増えるな。そうでもしないと、延々と体験でラーと戦うだけになりますからね。自分たちで始めた物語だから、もちろんやりきるつもりだけどね。おや、またモデル歩きです。ここはお前のランウェイじゃないんだぞ。そのままフィニッシュです。10分は切れましたね。ちゃんと分断ができればなんてことないな。できなかったら地獄だけど。さて、これでラギア装備が解放されます。早速、装備作りといきましょう。よーし、お待ちかねの装備作りだ。ようやっと作れますね。レギオス体験の上位版です。倍率200にスシロ20か。文句なし、上位の生産では最強だよ。チャークと違ってフィンによる差別化とかないので、本当にこれ一択レベルで強いです。さ、武器ができたんで、次は防具だ。ラギアアームを作るぞ。ありました。ラギア素材は黒グラ素材と交換してます。通撃にため短縮。上位ではかなり貴重な組み合わせだね。そうしましたら、腰もラギアを作ります。腰はスキルポイントは低いけど、スロット3が優秀だよ。じゃ、装飾品とか詰めてきますか。短縮時を3つつけてと。ようやく完成しましたね。耳栓、集中、弱徳にノウトウまでつけられた。だいぶいい感じにできたな。お守りはたまたま拾った通撃音スロ3です。ここまでいかなくてもノウトウ切りくらいは組めます。レギオス武器にぴったりな装備ができてしまった。これで試し切り行きたいが。ちょうど各村のストーリーが進んでるので、そちらをやっていきましょうか。ほい、村6のクシャルダオラだよ。これは、シナト村のクリア後ストーリーだね。集会所も進めて、ハンターランク7にしないと出現しません。集会所よりも気持ち楽くらいのクエです。こっちじゃないと、出現ムービーが出ないんだよな。ちゃんと村クエも進めててよかったわ。さて、ようやく普通にクシャルと戦えるね。村上位のラストはただのイベントでしたしね。それに、向こうは錆びてましたので、ノーマルダオラはここで初登場です。クシャルに関しては、風圧動向より、まず、耳栓の発動が必須だね。ことあるごとに吠えるんだよ。いちいち耳塞いでたら、マジで攻撃できない。モーションから方向判定出るまで早いんですよね。ガードもなかなか間に合いません。逆に、風圧に関しては過去作よりマイルドになってるね。2段階あるから、危険度がわかりやすい。黒い風をまとうと危険なので、毒武器か頭ひるみを狙いたいです。我々としては、雷か竜武器を担いで、とにかく頭を狙う方をお勧めします。クシャルって頭の耐久値高くないからね。属性の通りがめちゃくちゃいいから、頭に集中攻撃してった方が楽だと思うな。物理の方もギリギリ弱徳が適用されるので、体験であればレギオスで問題ありません。レギオス体験と貼れるのはミラブレイドくらいかな。スキルの関係でレギオスでいいと思うけど。まず、ミラブレイドの解放はハンターランク70ですからね。上位の中でも最後の最後です。
それに、イベクエなし環境では将来性についてもレディオスの圧勝ですし、MH4 の発売直後、オンラインではみんなミラブレイド担いでたな。まさか 4G になって、強化先がイベント頼みになるとは。4発売直後、懐かしいですね。4は今年で12周年になりますか。2013年から一周するってマジ？当時のキッズも立派な社会人やん。なんなら、今年でモンハンクロス10周年ですよ。そっとしなくもないです。なんか今年盛りだくさんだな。ワイルズが出たり周年だったり。関連するか不明ですが、スイッチ後継機も今年の中頃と噂されてますね。スイッチオンラインで 3DS 作品が来たりすれば、だいぶ夢が広がるんですがね。つっても、まだ64とアドバンスしか来てないよね確か。順番的にはまず DS とゲームキューブなんじゃないかな。それでも、一気にまとめてくる可能性もありますしね。売上的には GC より 3DS だし。頼む、任天堂とカプコン。未知の樹海の迷える亡霊を救ってくれ。あ、大竜巻出ましたね。近づくと風圧を食らってしまうので非常に邪魔です。特に、教会のここはフィールドが狭いからな。離れてクシャルを誘導した方がいいね。とはいえ、移動しないだけマシだよ。離れりゃいいんだから。G 級だと、あのサイズのまま移動するんですよね。なぜ余計な方向に強化してしまうのか。過去作で評判悪かったやつって、割と MH4 でまともになった印象なんだけど、4G で元に戻っちゃったパターン多いよね。こいつとかオンガーシとか。本体以外が強化されると軒並み不評になりますね。風だの虫だのと。あ、それで言うと、シャガルの方向性も一緒だな。あいつは 4K 出身だけど。救いなのは、クシャルもシャガルも、サンブレイクではまともになってくれたことです。特に、シャガルについては、めちゃくちゃ肉弾戦主体になってました。4G をやった人であれば感動するよね。ゴリゴリの肉体派になっててさ。で、いつの間にか乗れてましたね。これ系は乗りが難しいです。村クエのホブはサブタゲが翼破壊だから、乗り成功すればすぐ達成できるよ。おお、無事成功して達成できました。このクエ、G 級になってもたまに使うんだよね。固竜骨を集めたいときに。総中根を1から強化したいとき、よく固竜骨がストッパーになるんですよね。固竜骨は、主にドスコリュウから取れるんですが、妙に入手確率が低めです。高くても 15% くらいなんだよね。はぎ取りでは一切出ないし。本体から骨が出たら、それはそれでがっかり案件ですが。このクエは、メインで 15%、サブで 8% で2個出るから、何回か回ってるよ。大固竜骨なら腐るほど持ってるんだが。大固竜骨は、そもそも入手確率が高いんですよね。固竜クエなら、大体確定で出ます。なぜ上位版だけこんな渋いんだろうか。割と設定ミス説をしてるけどね私は。使用頻度がそこまで多くないのが、まだ救いですね。さて、移動してきたぞ。あら、ちょっとお疲れのようですね。クシャルは、固竜としてはかなり特殊で、疲労っぽい状態が設定されてるよ。他の固竜は完全に疲労無効なんだけどね。なんでクシャルだけこうなったんでしょうね。別に隠した扱いでもないんですが。一応、過去作では最初に戦う固竜ではあったが。ただ、一般のモンスターと違って、明確な疲労状態というわけではないようです。お供を連れて行くと、疲れてるようなことを発言するんですが。通常と疲労の中間みたいな感じかもね。ブレスは普通に撃てるし。さて、それはそうとして角が壊れましたね。クシャルの角は、体力 25% 以下だったかな。かなり削れてるね。クシャル素材で言うと、角もかなりクセモノです。角破壊 60% でしか出ません。クエスト報酬では、ギルドクエストと高難度のものでしか出ないんだよな。作りたいクシャル武器があるのですが、尖閣3が必要なので、だいぶ手こずりそうです。よーし、寝起きドッキリタイム。あら、終わりませんでしたね。休眠に入るのがちょっと早いんでしょうか。追撃の強ため外しちゃった。うまくいくと起き上がりにあれも入るんだが。しかし、さすがにもう体力2里のはずです。ちょこっと殴れば終わりそうですが。頼むからもう飛ばないでくれよ。先行はまだ残ってるが。おお、終わりました。お疲れ様です。まあ9大点ってところか。体験の強さはいまいち発揮させられなかったな。まだまだ村上位は残ってます。そっちはクシャルより体験が輝きそうですよ。
よし、じゃあ戻ろうか。よし、次の相手は、ラージャンですね。依頼主は筆頭ハンターです。これもクリア後のストーリーです。筆頭ルーキーが何かを勘違いして、受付嬢から好意を寄せられてると思ってるらしい。それで気を引くために、ラージャンを借りたいと。アホっぽい展開ではあるが。Howdy. ああ。リーダーが止めてる間にラージャンを狩れと、なかなか無茶なこと言ってます。しかし、腐っても筆頭ハンターだよな。相手にラージャンを選ぶくらいの腕はあるんだろう。まず並のハンターでは、受注許可すら下りないしな。一応ですけど、ギルド通した依頼ですよねこれ。さすがにそうでしょ。ギルドのハンターが受付嬢を通してるんだから。我々はラー退治に集中しますか。ラージャン戦です。開幕、いきなり何かの化石を投げてきます。登場ムービー明けだが、なんだろう。全く初めての気がしないぜ。そりゃあ、2400頭買ってますからね。ただ、これは上位個体だから、もちろん極限個体とは色々と違ってるよ。具体的には各種確定行動がなくなってるね。逆に攻撃チャンスが作りづらいと感じる。空中からのローリングも単発ですしね。普段の感覚だと避けづらいです。このヒーカリ時のブレスも、ビームが出る率が低い気がするな。140だと、ヒーカリでも割とビーム出ますよね。ビームの方が強い行動扱いなんでしょうけど。単発ブレスだとタメさんが入らないから、体験的にはビームの方がありがたいんだよな。単発は、攻撃判定の発生も早いですしね。ああ、あとこれもあるな。定位置に走って何か掘り出すやつ。140個体だとその場で掘り出してくれるので、逆にロスが少ないんですよね。どこで戦ってても絶対距離が空いちゃうから、ただ時間がかかるだけなんだよな、これ。攻撃自体の隙も少ないですしね。殴れたとしても美味しくありません。ランクが高い方が攻撃チャンスが多い。これはあるあるだよね。強力なモンスターほどこういう傾向にありますよね。ランク上がればスキル周りも充実していくし。上位ラーで確実に差し込めるのは高速とビームくらいかな。あ、ビームやってくれましたね。振り向きビームは上位からしっかり使ってきます。振り向きビームは MH4 からの行動だよね。最初は焦ったな、これ。ソロだとただのチャンスだけど、マルチだと結構ひりつく行動だよね。よく観察しないと誰狙いか分かりづらいですしね。回避したと思ったらライブ先に置いてあったり。発売当初はみんな慣れてなかったしなおさらだね。あのわちゃわちゃ感も、それはそれでよかった。初期環境で探り探りやってるのも面白いですしね。当時は今ほどネットに情報なかったし。今は YouTube ですぐ強い装備とか見れるからね。正解っぽいものにアクセスしやすくなったな。モンハンではワールド以降から、そういう傾向が強くなった気がする。我々は過去作では、掲示板とかで最先端の装備を勉強することが多かったですね。気になる装備があれば、スクショしておいたり。一番勉強になるのは武器スレだよね。各武器種の専門家だらけだから。仕様とかモーション値の検証もしつつ、装備も開拓されていきますからね。おそらく今でも、
最適解を見つけたいのであれば、動画より武器スレの方が参考になると思います。ワイルズまで約2ヶ月、今年もお祭りがやってくるな。発売直後ならではのカオス感ありますからね。今回も目いっぱい楽しみましょう。ワイルズでは武器どうしようかね。とりあえずメインでチャークを使う予定だけど、今回はサブ武器の概念もあるからな。パッと思いつくのは笛とか弓ですかね。バフをかけるか、近接遠隔を使い分けるか。これまでのスキル環境ならガンスが良さそうだけど、攻撃系のスキルは武器側についてるみたいだしね。防御系スキルで組み合わせを選ぶ感じになるのかな。笛や弓はベータ版から調整されるみたいですが、発売後の環境に期待ですね。我々は毎作新要素に適合するのが遅いから、今回はしっかり勉強しながらプレイしたいな。そうですね。ただ、一プレイヤーとして楽しむのも忘れないように。それはそうだね。効率を求めて楽しめなかったら本末転倒だ。あ、飛びかかりからのビーム派生です。これは上位でも確定なんでしょうか。予備動作が来てもいちいち観察しちゃうね。確定じゃなかったら危険だし。あら、足引きずりましたね。探り探りでもさすがに早いです。体験装備作った甲斐あったね。まずレギオス体験が強すぎるわ。後ろの物理体験といえばティガでしたが、今作はちょっと方向性が異なります。希少種派生が追加されたからだろうけど、キティ武器はプラス会心がつくからね。派生が別だったら足体験が輝いてたのかも。ティア武器はキティの前座扱いですしね。さて、これで終わりそうかな。癖で納刀してますが、抜刀術がないのであんまり意味ないです。終われば何でもええわ。ラージャン素材は後々使う予定だからね。さてと、これでバルバレの物語も一段落でしょうか。筆頭リーダー、ちゃんと足止めしててくれたかな。なんだこの茶番は。ラージャンが解放されただけでもよしとしましょう。永遠に交わらなさそうな二人ですし。とりあえず筆頭リーダーが出れてた。MH4 時代からデレデレだったんだな。さて、場所は変わりまして、次は殴り村のクリア後ストーリーです。村長の壊れたハンマーを直そうとしたら、テオの縄張りに当たっちゃったと。こいつらの仕事場、いくらなんでも危険すぎないか？そもそも、火山地帯ってだけで危険ですしね。その分、得られるものも多いんでしょう。それじゃ、テオ退治と行きますか。
威厳たっぷりだ。迫力あるムービーだな。古流らしい堂々とした立ち振る舞いと、外敵に対する凶暴性が感じられます。じゃ、まずは、このブレスに潜り込んでいきますか。これは、ヒーカリ時ならではですね。出だしに焼かれないようにだけ注意です。テオニャンは、ランクによる差があまりないね。怒り時の粉塵が移動しないくらいかな。あと前方の場もないか。テオも、G 級の方が攻撃機会が多いタイプですね。体験にとっては、ですが。とはいえ、上位の段階でも攻撃チャンスだらけだよ。なんなら、ラージャンより相性いいかも。ブレスに粉塵爆発と、威嚇付きの行動多いですからね。爆破やられにだけ気をつければ、体験の餌です。角破壊にも、竜属性がいらなくなったから、素材集めも問題ないしな。振り向き狙いのためですね。上位だから、ちょっと手食いこともやりやすいです。タメさんが3回でダウンって感じかな。これも、140環境とあんまり変わらないね。テオといえば、後ろ足を殴るのが安全ですが、頭ダウン狙いも有効な戦い方です。頭ダウンを取れば怒り解除するので、スーパーノヴァも自然にケアできますしね。あと、頭狙いの方がやりがいも大きいと思うよ。後ろ足だとあんまり動きに変化がないからね。爆破やられのケアはどのみち必要だし。そもそも、まともな手数武器作れてないですしね。本当はクシャル片手を用意したかったんですが。数戦やって角が0個でね。エストレモダウラ君が全く作れないよ。そのくせ、宝玉はすでに2個集まっています。勘弁していただきたい。クシャルの角は体力条件があるから集めづらいんだよ。壊した時点で 75% 削れてるわけだからな。角壊したと思ったら足引きずってたりしますしね。そこまでやったら討伐までしちゃおうよってなります。せめて壊したら 100% でもらえるようにしてほしい。それか 10% くらいでクエ報酬に含めるか。好評券がボックスで泣いてるよ。一応高レベルのギルクエなら報酬に含まれますが、そんなのやってる暇があったら G 級序盤の武器揃えた方が早いですからね。MH4 時代はエストレも一戦武器だったんだけどね。中レベルの発掘くらいの性能はあった。MH4 は生産と発掘の性能差が大きかったですが、片手はマシな方でしたね。他武器よりはマシってだけでしたが。エストレムは倍率190なんだよな。他のクシャル武器は180が多いんだが。他武器では素で少し白が出てる違いがありますが、倍率の方が大事ですしね。初めの頃はエストレモでギルクエ育成してたな。あれも12年近く前なのか。あの頃、12年後も同じゲームやってるって言っても、自分は信じなかっただろうな。まあ、時間が経ったからこそやってるってのはありますけどね。さて、エリチェンして、これはチャンス。マグマの吹き出しがちょっと邪魔ですが、当たらないよう注意しましょう。地形は置いといて、やっぱテオはやりやすいな。クシャルより頭がでかいから当てやすいわ。慣れてくるとただの猫ちゃんです。ギルクエの癒しと言われただけはあります。テオは 4G になってもあんまり変わらなかったしね。体力バカになった節はあるが。古竜は恐竜ウイルスとは無縁ですしね。怪異化と違って。怪異克服は両モンスだからよかったよ。極限テオがいたらどうなってたんだろう。多分、後ろ足は強制弾かれでしょうね。手数武器がやることなくなりそう。極限化は、まず殴りやすいところを潰すからな。頭と尻尾くらいしか通らなさそうだね。後ろ足は、真っ先に硬くなるよな。ラーとかオーガとか。ならなくてよかったです。古竜が古竜に負けるのもなんか嫌ですしね。で、なんで急に尻尾殴り出したんですか？ナメプですか？いや、体力低くなったから切ろうとしただけだよ。尻尾は割と耐久値高いっさ。間に合うかはギリギリですね。もう、いつ休眠してもおかしくありませんし。最悪切れなくてもいいけどね。こいつの周回は苦にならなさそうだし。ここまでうまくいくとは思ってませんでしたね。ジャークも相性は悪くないんですが。ジャークはちょっとお祈り入るからね。足狙えば安定しそうではあるけど。さ、寝ましたが、尻尾は切れるでしょうか？あら、ダメだったか。仕方ないですね。尻尾が必要になったらまた周回しましょう。
なかなかあざといなこいつ。微笑ましくていいですね。で、一応これで、めぼしいモンスターは借りましたが、そういえば、集会所も同時に進めてたんだけど、ギルマスから吹き出し出てたんだよな。最後、それだけ見てくるわ。フラグ立ててきますね。何かの出現を予感させるね。次回は集会所7を中心にやってくよ。上位も終わりに近づいています。引き続き装備更新しつつ、攻略していきましょう。素材集めが多くて大変ではあるが、頑張っていかないと。ほいじゃ、次の動画で。またね。